買っちゃいました。どうもこんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回は以前からレンタルしたことがあって、もうすでにレビューは出しているレンズにはなるんですけど、XF23mmF1.4R っていうこちらのレンズを購入したので、ちょっと紹介していきたいと思います。他のレンズを選ばずにこのレンズを選んだ理由、あとはこのレンズの使用用途ですね、その辺について紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。XF23mmF1.4 を買う前には、XC の1545のズームレンズとか、XF16mmF1.4 とかこの辺のレンズをレンタルしたり、この 23mmF1.4 もレンタルしたりいろいろ検討してきて、その他の2本もレビューをしたり感想だけだったりもしたんですけど、そういったお話をしつつ、今後どういったレンズを購入しようかっていうのを考えながら紹介していってたんですけど、レンタル期間が終わって1ヶ月ぐらいは間が空いてしまったんですけど、結局その3本の中からどれがいいかっていうのを考えた時に XF23mmF1.4R がいいなっていうふうに思って、やっぱり写りの部分とかその辺が忘れられなかったというか、また使いたいというかずっと持っておきたいレンズだなと思ってこのレンズを購入しました。でちなみにこのレンズは中古で購入したんですけど、Yahoo ショッピングの北村さんで購入をしました。で良品なんですけどめちゃくちゃ綺麗で、 Yahoo ショッピングだったらPayPay 祭りとかの兼ね合いで結構安く購入することができるんで、ポイント込みで4万円台ぐらいで良品を購入することができました。新品同様とまではいかないんですけど、全然すごい綺麗なレンズでめちゃくちゃいい買い物ができたかなと思ってます。で、箱ももちろんついてますし、僕箱なくてもいい派なんですけど、あったらあったで、売る時、売る前提ではないんですけど、売る時にそこそこいいお値段になるかなっていうのもあるのでありがたいなと思ってます。他にも一応悩んだレンズっていうのがあるんですけど、試さずに悩んでいたレンズと試して悩んだレンズっていうのがあるんですけど、結構実はいろいろ悩んでまして、 23mm だったら F2 とF1.4 の新しいリニアモーターがついてるタイプのものですね。その2本どっちも一応考えたんですけど、そことあと 16mm だったら F1.4 を試したんですけど、F2.8 のコンパクトプライム、そっちの方が多分オートフォーカスとかも早いかなと思って、ちょっと悩んだりはしたんですよね。であともう1本が 27mmF2.8、これも悩んだんですけど在庫がないんですよね結構で、中古で買うのもなと思って、パンケーキレンズなので XE4 にも合わせやすいレンズなんですけど、それはちょっと欲しいなと思ったんですけど購入することができなかったので選択肢からちょっと外れたっていう感じですね。であともう1本はシグマの 30mmF1.4の X マウントで新しいやつが出るんですけど、それがいつかの4月6日か8日か忘れましたけど、その辺で発売される予定なんで、予約しようかなってちょっと悩んだんですよね。めちゃくちゃ安くて3万円台かな、4万円だと思うんですけど、 Yahoo ショッピングでポイントとかその PayPay の兼ね合いで多分3万円台で僕の場合だったら購入することができたので、めっちゃ安いなと思って買おうかなと思ったんですけど、デザインと大きさがちょっと微妙かなと思って、見た目が富士のイメージとはちょっと違うかなと思って購入には至りませんでした。L マウントのシグマ FP とかについてる 40mmF2.8 だったかな、クラシカルな感じの見た目のレンズがあったと思うんですけど、 L マウントのそれのデザインだったらもしかしたら買ってた可能性はあるかなと思うんですけど、そっちの方がかなりかっこよくて絞り感とかもついててめっちゃいいなと思ったんですけど、同じような感想を持った方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと今回は見た目が違ったかなと思って見送りですっていう感じですね。ちょっとさっきスルーしたサクッと流したところなんですけど、 XF23mmF2 と F1.4 の新しいレンズで、これでその中の3本からなんでこの2013年ぐらいに発売されたこの 23mmF1.4R、 この一番古いレンズを選んだ理由なんですけど、やっぱ写りですよね。写りがめちゃくちゃ好みだったっていうところと、あともう一つは見た目がかっこいいことと、あとお値段ですね。もともと10万とか11万とかするような、新品ではそれぐらいするようなレンズなんですけど、中古だったら今もう多くのお店で6万円台とか、高くても7万円台とかで買えるレンズになってきてますし、僕の場合だったら4万円後半ですけど4万円台で購入することができたので、迷わずこれを購入することにしました。
23mm f2 を悩んでた理由なんですけど、 XE4 とかだったら見た目はやっぱそのコンパクトプライムのレンズの方がちょっと似合うかなっていうのがあったので検討してみたんですけど、 23mm f2 は1回売ってしまったレンズなので、1回売ってしまったレンズってもう1回買ってももう1回また売ってしまう可能性もあるかなって思ったんですよね。でやっぱ X100V ともちょっと被りますし、その辺を考えると、今後のことを考えると F1.4 の方がいいかなと思って最終的に悩んだのが新型のレンズかこの旧型のレンズかっていうところですね。旧型を選んだのは新型よりやっぱ見た目がかっこいいことと、新型の方は大口径プライムっていうラインになるんですけど、やっぱデザインがめちゃくちゃでかいんですよね。どれぐらいだったかはっきり覚えてないんですけど、 70mm とかそれぐらいだったかな、もっとかな、それぐらいあったと思うんですよね。結構大きくて、さすがにそのレンズは XE4 と組み合わせることは難しいかなと思って、XT4 とだったら全然いけるんですけど、ただそこまで僕解像感とか必要ないというか、めちゃくちゃ綺麗な写りを求めてるってわけでもないですし、その辺を考えると F1.4R の方がいいかなと思ってこっちにしました。次なんですけど、このレンズの使用用途ですね、その辺をちょっと軽くお伝えしていきたいんですけど、僕の場合だったらこのテーブル越しの息子を撮るとか、隣に座っている息子を撮るとか、そういったことが結構多いんですけど、そういった使用用途がまず一つですね。でもう一つはやっぱり公園とかに持っていくレンズとしても活躍するかなっていう感じです。あとは動画ですね。僕の場合は動画は Vlog じゃなくてYouTube のこういう撮影なんですけど、こういう撮影をするときに 23mmF2 か F1.4 かその辺を使いたいなっていうふうに思って探してました。 F2 の方が動画向きっていうふうに言われることはやっぱ多いんですけど、オートフォーカスの音が静かとかオートフォーカスがスムーズとかそういったことが言われてるんですけど、僕的にはですけど、こういう動画を撮ってる時にこういう動作とか結構すると思うんですけど、これの時にめちゃくちゃ爆速じゃなくてもいいっていうのが自分の考えなんですよね。そこまでオートフォーカスの速度は関係ないっていうふうに思ってまして、でこういうふうにやった時に昔のレンズだったら結構ガガガガって音がするんですけど、そういった音は、XF23mm の場合だったら、F1.4 の、古い型が一番大きくて、で F2 がその次に、チュシュっていう感じで音が鳴って、僕使ったことはないんですけど F1.4 の最新型がかなり静かで静音設計されているということで、音の面で動画向きっていうのは F1.4 の最新型 F2 で、この僕が買ったタイプが一番向いてないっていうふうによく言われてはいるんですけど、でも僕はこれを選んだんですよね。マイクをカメラのここの上部にガンマイクみたいなのをつけて撮影をするタイプの方だったら、レンズのオートフォーカスの駆動音とかっていうのはかなり気になるところですし、シビアな部分だと思うんですけど、僕の場合だったらこのピンマイクつけてるんですよね。これだったらオートフォーカスがそっちで音が鳴ってても全然問題ないので、そういったことを考えると全然この旧型の F1.4 でもいいかなと思って、それで YouTube の撮影にも使おうかなっていうふうに思いました。仮にこれが Vlog だったとしたら、 Vlog を撮ってこうやって手で持ちながら Vlog を撮るタイプの方だったらこのレンズは多分向いてないんですけど、僕の用途だったら全然これは使えるかなと思います。で最後に、今後のこのレンズの予定なんですけど、写真の作例動画みたいなのをアップしたり、レビュー動画を1回出してるので、半年か1年ぐらい使ってみて、結局まだ持ってるかとかもう売ってしまったとか、そういったことについて共有していきたいなと思います。で実際にその1年とか使い続けてたらそれぐらい使ってみて結局どうだったかとか、古いレンズですけどこれからも使えるかどうかとか、そういったところについて共有できればいいなと思ってます。そんな感じで今回は終わろうと思うんですけど、今回は XF23mm F1.4R っていう、このかっこいいレンズについて紹介をしてみました。今かなりお買い得で、このめちゃくちゃ写りのいいレンズが4万円から6万円ぐらいの間で中古だったら手に入れることができますので、もしよかったら検討してみてください。僕はグーパスさんとかでこれからもレンタルをしていって、こういった感じで、実際に良かったものを買っていこうかなと思ってますので、そういったいろんなレンズのレビュー動画を見てみたいなと思ってくださった方は、もしよかったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。